はい、皆さんこんにちは。フェラーリポルトフィーノ M 東京ドライブへようこそ。普段このチャンネルは字幕のみでお送りをしてますが、今日は、成田から東京へ運転をしながら、初めてですけれどもお話をしていきたいと思います。今日お話をしようと思っているのは主に3つです。1つ目は、私はこのフェラーリ初めてのフェラーリです。初めて新車で買いました。フェラーリを新車で買う時ってどうやって買うのと思ってらっしゃる方もいると思うので、そのことについて最初お話をします。2つ目が、お金の話です。一体いくらあればフェラーリって買えるんだろう、そんなお話をしていきたいと思います。3つ目ですが、2年間、この車納車されてから約2年乗りました。今乗っているところですが、2年乗って率直な、感想ですね。メンテナンスの仕方ですとか、あとは燃費、その辺も気になると思うので、その辺の話をしていきたいと思います。まず最初に新車で買う時というのはどうやって買うのかということです。僕の場合は、正規ディーラーの六本木にありますロッソスクーデリアで買いました。でその買った経緯なんですけれども、私の、同じ会社を一緒にやってくれている取締役がいるんですが、彼がもともと最初にフェラーリをそのディーラーから、友達経由買っています。でその彼が買ったのが、当時ですねフェラーリローマだったんですけれども、そのローマを買ったんですよなんて話を聞いて、いいななんていうことを言いながら、その時初めてフェラーリという車に触れました。彼の車を見て、エンジンをイグニッションの、ボタンを押して入れた瞬間にですね、とにかく、エンジン音が素晴らしいんですよ。フェラーリローマの V8 エンジンとこの私が今乗っているポルトフィーノ M の、V8 は同じエンジンがついています。この車は今も運転してますけど、とにかくエンジンの音がびっくりするぐらい良くて、それまで正直僕はあんまりフェラーリ乗る人っていうのをあんまりよくは思ってなかったんですけれども、実用性もないしね、運転もしづらいと聞いてたんで、あんまりフェラーリにそもそも興味はなかったんですが、その友人が持っているフェラーリの音を聞いてもうすごく欲しいというふうに思いました。で、早速ロッソスクーデリアさんを紹介してもらって、初めて市場に行ったというのが始まりです。で一元だとなかなか買えないというふうな噂を聞いたことがあります。ちょっと私にはわからないですっていうのが、私はそもそもフェラーリオーナーの人に紹介してもらったということになるので、多分一元だとなかなか、いきなり行ってくださいというわけにはいかないのかもしれません。いずれにしても、正規ディーラーですよね。ロッソスクーデリアとか、他にはコーンズさんなんかも正規ディーラーというふうに聞いてますけれども、私の場合はロッソスクーデリアを紹介してもらって、試乗させてもらい、で試乗に行くとですね、コンフィギュレーターという、パソコンで自分が指定した色、外装色とかこの内装の色を想定したものをパソコン上でシミュレーターで組んでくれます。いわゆる CG というんでしょうかね、ああいったものが出来上がります。でそれを実際に動画にして目の前で走らせてくれるんですね。もちろんパソコンの中でなんですけれども、イタリアのポルトフィーノという港町、車の名前に由来になった港町があるんですが、そこを自分が色指定したフェラーリがオープンの状態で走っていくという動画を見せてくれます。とにかく気分的にはぶち上がるわけですよね。ものすごい気分が上がって、動画を見終わった後にどうしますかというふうに営業マンに言われます。その時も私の中では気持ちがもう盛り上がってしまったので、いただきますと、くださいというふうに、2つ返事で買うことにしました。で最初に、その時はですね、車両本体価格オプションも全部つけて3250万ぐらいだったんですが、頭金を500万払ってくれというふうに言われます。
なのでまず最初のハードルとしては頭金の500万、これ車種によっても変わってくるとは思うんですが、ポルトフィーノ M の場合は500万を払ってくれというふうに言われます。で、まずはそこは一つのハードルになるかとは思うんですけれども、で次に今日お話ししようと思って2番目のお金の話につながっていきますが、3250万、オプション付けでね、の車を、満額キャッシュで払って買うっていう人はどうやらほとんどいないそうです。私が聞いた限りではほとんどの方が、残価設定ローンをして、その3年間のお金をまず払って、3年乗った後にまたその同じ車に乗るのか、それとも違う車に乗り換えるのかみたいなことを繰り返しているというふうに聞いています。私も実際今この乗っている車は 3年の残価設定ローンで乗っています。となると、ポイントはですね、残価設定のパーセンテージなんですね。で、通常の車の残価設定って大体どうでしょう、 40% ぐらいじゃないんでしょうか。例えば2000万円の車を買ったとして、残価設定が 40%、 3年後に 40% で買い取りますということになると、最初の3年乗るのに、6割 60% 払わなきゃいけないわけですね。2000万の 60% ですから1200万ですか。1200万払わなきゃいけないという計算になります。で、一方このフェラーリはその残価設定の率がすごくてですね、なんと 75% が残価設定となります。なので、最初の3年間乗るだけであれば 25%、 つまりこの車3250と言いましたが、仮に3000万としましょう。そうすると、最初の3年間乗るのであれば3000万の車を750万で乗ることができるという計算になります。先ほど、サンプルでお話した2000万の車を残価設定で買うのにも最初の3年間で1200万なんだけど、この3000万の車を買うのに最初の3年間は750万で済むという計算になります。ここはすごく不思議なところなんですが、じゃあなんでフェラーリの残価設定がそんなに高いのかと、75% もの残価設定率なのかということなんですが、一言で言えばリセールバリューが高いからです。私この車納車されてもう2年が経ちましたが、今中古車市場で見る限りはですね、ほとんど値落ちはしていません。場合によっては若干高くなっているというようなケースもあるかと思います。もちろん走行距離などによって若干変わってくるんですけれども、総じてフェラーリは値落ちがしないというふうに言われています。場合によっては値上がりしてしまうというようなこともある。で、その最大の理由なんですが、また話が新車を買う時の話に戻りますけれども、私この車発注したのは2021年ですね。2021年に発注して納車されたのが2年後、2023年の8月です。丸々2年、じーっと待ってようやく納車されました。なんでこんなに納車まで時間かかるのかというと、まず受注台数を制限しています。受注台数を制限し、そして、ある発注台数に達するとですね、生産を中止してしまうんですね。中止というか生産を止めてしまうので、各車種、フェラーリの車種、いろんな今車種がありますけれども、それぞれに世界での生産台数というのが限定されています。もちろん人気のあるものとないものの差っていうのはあるんですが、総じて世の中にある車の数そのものが限定されていくので、リセールバリューが高くなるということになります。またさっき言ったように、新車で買う人もしくは買える人っていうのがある程度限定されていて、かつ、2年間も待てないよと、できればすぐ乗りたいんだっていうような人が結構たくさんいらっしゃるので、場合によっては新車を発注してすぐ手放すと、納車されてすぐ手放す、もちろんその場合は高く売れるんですね。いうような形で買っている
方、もしくは売ってる方というのがいらっしゃるようです。いずれにしても、この車を買うのには当初、頭金のね500万というのは必要ですけれども、差し引き750万ですから、残り3年間乗るには250万だけ払う余力があれば、3年間、12ヶ月で割るわけですから、36ヶ月で割って250万が払えるなら、残りの十分に乗ることが実は可能です。でもちろん3年後ですよね。私の場合は来年の8月、この車を残価の残りの 75% 払って完全に自分のものにするのか、それとも、もう結構ですと言ってディーラーに戻すのか、その判断は必要になります。ただ、今私が思っているのは、来年8月の3年目の時に残りの金額を全部払って自分のものにしてしまった方が、仮にその後やっぱり売ってしまいたいなと思った時にも、買った金額より上がっていることはないと思いますけれども、ただ値下がり率はかなり少ないと思われるということです。であるならば、他の車を買うよりも、もしかしたら、売却した時に、マイナスになる分がものすごく少ないという可能性があります。はい、そんな感じで新車で買う時の話とお金の話をいたしました。でここからはちょうど今私約2年乗ってみての感想なんですが、とにかくですね楽しいです。僕は今まで車、メルセデス・ベンツから始まって、BMW、この直近はアウディに乗ってました。アウディも、A5 のオープンカーから最後は A6 というセダンに乗ってたんですが、もう明らかに違います。いわゆる私が今まで持っていたイメージ、車の高級車、値段がどんどん高くなっていくごとに高級になっていくという概念からは完全に外れてます。もうこの車はですね、今まさに、録画してるから音楽かけてないっていうのもありますが、普段もほとんど音楽をかけません。なぜかというと、このエンジンの音を聞きたいからです。今多分皆さん聞いてて思うと思うんですけども、意外にうるさくないですよね。8速まで入ってしまうとエンジンはさほどうるさくないです。うるさくないんですが、ずっと心地よい V8 の音がしています。僕自身はもともとそんな車のエンジンとかにこだわる人では全くなかったので初めての経験なんですが、この車のフェラーリの V8 のエンジンの音はずっと聞いていられます。聞いているだけで幸せな気持ちになります。で、動画の最初の頃ですね、冒頭の方では、ゼロから、この車が走り出す音が聞こえてたと思いますけれども、1速2速3速ぐらいまではものすごいのぶとい音がします。その音もまたとっても気持ちがいいですし、何しろコールドスタート、車が冷えた状態から最初にイグニッションを回してかかるエンジンの始動音なんですが、とにかくしびれるぐらい気持ちがいいです。そして僕はそんな経験は初めてです。なので、ものすごく思い切った買い物をしましたけれども、正直車に乗るたびにめちゃくちゃ楽しいです。こんな風に思う車があるなんてというふうに思っています。そんな感じなんですけれども、実用性の話をしたいと思います。今私は成田からゴルフをして帰り道です。ゴルフバッグ普通に1個は楽勝で乗ります。今はトランクスルーの状態にして乗せてますが、オープンにしない限りは、トランクに横向きで、ゴルフバッグを積むことができます。もちろんなんて言うんでしょうね、よくプロの方が使っているようなでかい大きなサイズのキャディバッグだとちょっときついんですが、普通のなんて言えばいいんでしょう、スタンド式のちょっとコンパクトなサイズのものであれば、なんと横向きでトランクにゴルフバッグが乗って、かつもう1個ちっちゃめのサイズのものだともう1個縦に2個積みができます。
なので誰かパートナーと一緒にゴルフ行きたいなという時にもこのフェラーリでゴルフ場に2人で行くことができるというのがめちゃくちゃでかいメリットです。でちなみにオープンにしようと思うとトランクスルーに1個、もう1個は後部座席、2x2 で、ちっちゃい、子供ぐらいしか座れない席ですけども荷物置きにはなるので、後ろの席に、タオルかなんかを引いて、パートナーのゴルフバッグを乗せるということであれば実はオープンにして2人でゴルフに行くことも可能です。今日は僕は、オープンな状態じゃない閉じた状態でトランクスルーにして、バッグを積んでますけども、想像以上に、容量っていうんですかね、トランクの容量というか使い勝手が、いいなというふうに感じています。なので僕は基本的にゴルフに行けない車は、候補に上がらないんですが、このポルトフィーノ M は1人でももちろん、2人でも一緒にゴルフに行くことができるというので非常に使い勝手がいいと思っています。それから車のサイズなんですけれども、もちろん普通のいわゆる一般の車よりは、横幅ですかね、特に大きめだと思うんですが、その中でもこのポルトフィーノ M はですね横幅が1938だったと思います。1938なので、1950の横幅のパレット式の駐車場はギリ入るっていう感じですね。ただもちろん相当ギリなので毎回神経をすり減らすことになりますから、できれば横幅が2050の駐車場を探すことをお勧めしたいと思います。私もですね家のマンションの駐車場はパレットが横幅1950が限界なので、仕方なく、家からちょっと歩いてですね15分ぐらいのところに、駐車場を借り直しています。なんですが、駐車する時のイライラというのはそのストレスですよね。こすってしまうんじゃないかみたいなストレスを抱えるよりはちょっと歩いてでも安心して止められる駐車場の方がいいかなと思います。あと実用性のことでいうとこの車だいたい燃費がそうですねリッターで8キロから10キロぐらい走ると思います。私は実は事前の想像では 2,3 キロリッター 2,3 キロしか走んないかななんて思ってましたけども、いざ乗ってみるとですねリッター8から10ぐらいは走りますね。もちろん、この車運転する時にはどうしてもエンジンを吹かしたくなるという瞬間もあります。スピードを出すというよりはギアをどんどんシフトダウンしてより高回転で回していくというようなことして遊んじゃうとですねガソリンはあっという間になくなります。ですけどこうやって普通に、巡航速度でドライブをしている分にはリッター8から10走るので、思った以上に実用的だなということは感じています。ドライビングシートっていうかこの座席シートですね、シートもねすごい座り心地がいいんですよ。僕は割と長い時間ドライブすると腰がすぐ痛くなっちゃう人なんですけど、このシート当然革張りなんですがすごく座り心地もいいと思います。ちなみに、ディーラーはどこがいいのかという話があるのかなと思います。僕はロッソスクーデリアで買ったので、他のディーラーさんを知らないですが私はねすごく良かったなと思っていて、ロソスクーデリアの営業の方、正直見た目そんなイケイケではないというか普通の感じのおじさんだったんですけれども、すいませんおじさんといっても僕よりは年は若いんですが、でその方がねすごく良かったんですよ。何が良かったかというと、僕は初めてフェラーリを買うので右も左もわからないじゃないですか。なので変な話ディーラーの営業の方にこれとこれのこれはオプションは絶対必要ですと言われちゃったらもうその反論するというかいらないですというなんかデータを持ってないわけですよ。なんですがこの営業の方なんかすごくいい人で、これいろいろオプションありますけどほとんど基本的にいらないですねっていうスタンスの方でした。なので必要最低限ここでこことこことここはオプションにしたらどうでしょう、ただこれ以上はいらないと思いますよって
っていうようなスタンスの方でした。なのでなんかすごい好感が持てるというか、一部ね噂で私が聞いたのは、ディーラーによってはもうあれもこれも、ゴージャスにしましょうよって言ってオプションをつけまくってしまうような営業の方もいるというふうに噂では聞いています。どこのディーラーかは分かりません。なんですが、少なくとも私を担当してくれたロッソスクーデリアの方は非常に率直というか、誠実な方だったなと。で、なぜ今その話をしたかというと、実は私このシート内装の色ですね、クオリオだったかな、日本語だと茶色、ブラウン系の茶色なんですが、すごくいい色ですよね。で、私はそのシートの色というか素材も選べるので、もうちょっと赤っぽい、赤茶っぽい、シートの色の方がかっこいいかななんて思って、発注した後にその営業の方に聞きました。もうちょっとこの赤っぽい色の茶色の方がかっこいいと思うんだけどどうですかっていうふうに電話でご連絡したんですが、じゃあちょっとお店まで見に来てくれっていうので、お店までディーラーまで見に行って、実際の実物を見せてもらったんですが、彼はその時にその僕が欲しかった赤茶色の色の革は高いんですね。オプションの色になるので。で、普通の感覚だと営業マンだったらせっかくお客さんが高い方のオプション欲しいって言ってるんだからそのまま買わせると思うんですけど、なんとこの営業マン、いやーこの色ですね、この革柔らかいんですよと。なのでメンテナンスが大変なんですと。なので僕はおすすめしませんよって言ってくれたんですよ。で、さらには今このサンプルで見てるとこういう色に見えますが、シート全体、それから車の中の内装に、貼ると結構な面積になるので印象、パッと乗った時の印象ですね、印象も思った以上に濃い色になりますよと。で、その2つの理由があるので、営業マンの方曰く私はおすすめしないんですよねと、この私の今乗ってるこの茶色ですね、クオイオ、この色の方がいいと思いますよっていうふうに言ってくれました。もう僕の中ではなんて誠実な営業マンなんだろうと思って、分かりましたと言って、この色にしました。で、最後に発注してから2年間納車まで待つという話をしました。じゃあその2年間の間何にもないのかというと、意外とそうでもなくてですね、例えばロッソスクーデリアさんが主催するディナーパーティーみたいなものに、ご招待いただけたり、さらには、納車のそうですね3ヶ月前ぐらいに突然イタリアからものすごいでかい郵便物が送られてきます。それは何かというとキーケースです。キーケースなのにやたらと大きくて重いんですが、これがこのキーケース全体の外身がですねカーボンでできていて、やたらと贅沢でこれに一体いくらかかってんねんと思っちゃうんですが、そういったものが突然送られてきます。また、そのキーケースの中には自分が発注したこのポルトフィーノ M の銀色のシルバーの、レプリカというかミニチュアカーですねが入っていたり、それとは別にまた違うタイミングで今度は自分が発注した色のポルトフィーノ M のミニチュアカーが届くんですよ。このじらしようと言いますか、もうすぐ届くんだなってワクワクさせる演出はさすがだななんていうふうに思ってしまいましたただこの時面白いのは、こういうのが届いたんだけどいつ来るのかななんていうことをディーラーの営業の人に電話しても、いやまだねいつこっちに届くって連絡が来てないんですよ。でももしそのキーケースとミニチュアの車が届いたんならもうすぐですねみたいな、その辺はとってもアバウトで、いつ来るかも、最後の最後ギリギリまで、実際のディーラーの方もわからないというような、変なワクワク感、ドキドキ感がある、納車までのタイミングでありました。はい、以上今日長々とお話をさせていただきましたけども、どうだったでしょうか。
もう最初にお話ししました僕は初めてのフェラーリなんですが、今運転していてもとにかく何て言うんでしょうね、運転してるだけで癒されるっていう初めての経験をしています。今日はこの後戻って駐車場に戻ったらですね、自分で手洗いで洗車をしようと思っています。またその手洗い洗車の動画は別に撮ろうと思っていますが、意外に簡単に自分でできます。というのも、納車された時に、一番いいコーティングを頼んでいるので、ほとんど水洗いだけで大丈夫です。あまりにも汚れたなっていう時には若干その泡の石鹸剤っていうんでしょうか、洗浄剤みたいなのは使いますけれども、基本的にはそれをあと水で流すときれいに拭き上げるというだけです。そんなに手間がかかる30分ぐらいでしょうかでやることができます。ホイール周りが汚れたなという時だけはガソリンスタンドに洗車に出すようにしています。ちなみに、都内でもこういうスーパーカーというか高級な車を、洗車できる、ガソリンスタンドというのがいくつかあると思います。私は家の近くの、エネオスさんだとこういう高級車、高い車の洗車も受け付けてくれる、店舗があるようです。ただちょっとお値段が高いんです。ちなみに8000円だったと思います。それは何が入っているのかなと思うんですけども、この車基本的に手洗いですし、何かあった時のための保険の意味合いもあるんでしょうね。1回の洗車料金が8000円なので、毎回私はその8000円を払うのは大変だと思い、で基本的には自分で手洗いをしています。はい、ではそろそろ東京がもう近づいてまいりました。成田から約1時間ぐらいですね。東関道いつも空いてるので、楽ちんです。ではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。